はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは。チャニーです。今回ね、この前やったなんかちょっと今日声おかしい。この前やったエアコンベルトの張りの調整、それからねエアコンベルトのとこからする異音の原因の追求やっていきたいと思います。だけどね、まずあれですなんだっけ、外していきます。はい、まずね、今回異音が出てるとこなんだけど、これだね。多分一回エンジンかけてみます。またゴルセガキだな。多分こいつだね。こいつがね、みんな名前あんま知らないと思うけど、これマグネットクラッチって言うんですよ。いや、ベルトもちゃんと腫れてねえな、おい。たるんでんな。やっぱあれなんだね。調整しないとダメなんだよ。貼った後っていうか、買ってきてちゃんと調整しないとダメなんだよ。一回これ貼って様子見てみます。もうすごいダルダル見えるかな。ダルンダルン、真ん中つまんで結構落ちるぐらい。こんな感じ。もうベヨンベヨンのダルンダルン。一回ちょっと調整して様子見てみましょう。調整方法は至って簡単。前の動画を見てもらえれば分かります。この下の2つと上の1個を緩めれば動きます。これでね、音と完全に動く状態、なのでこいつを手前に引っ張ってあげる。こんなよく一緒や。こんなもんぐらい。これくらいのちょっと俺の力の限界で。結構ピンピンだね。最初の状態ですね。でこれで軽く締めて、で様子見ましょう。やたらここが緩かったんだよね。はい、今とりあえずベルトビシッと張った状態です。一回エンジンかけます。なんだ、鳴りやんじゃったじゃん。やっぱ針が甘くてこれがちゃんと回らなくてって感じかな。最悪ね、これをね、マグネットクラッチっていうのを交換するか、それともコンプレッサーごと交換するか。コンプレッサー自体はね、中古で1万とかで落ちてるんだけど、ここにエアコンガスが入ってて、それを充填したり、あとこのエアコンガスの適切な除去方法、排気方法とかがあるから結構めんどくさいんだよね。いや、ここだけでなんとかなってよかったわ。よかったよかった。ベルトがちゃんと駆動しないから、回転が正常じゃない。回転が遅いからくっつかなかったんじゃねえのかな。よくわかんないや、もういいや。それでもうくっついたからどうでもいい。よくわかんないや、もういいや。それでもうくっついたからどうでもいい。
治っちゃったな。まあでもこのイオンが出た時にはちょっと一回針を直してみるとか、本当はねここの間がクリアランスが1ミリあるとダメなんですよ。 0.4 ミリコンマ4ミリとかじゃないといけないんだけど、絶対これ1ミリ以上あるよね。まあでもなんとかカチッてくっついてるからまあいいや。そんな感じで今回針の調整とイオン原因の追求でした。特に面白いことはなく意外とあっさり治っちゃったよっていう、ただそれだけです。というわけでまた次回お会いしましょう。バイバイ。